はい、どうも、ザキラボです。今回ですね、ちょっと変わった動画ですが、レノボのシャオシンパッドプロ2021を使って、クリップスタジオでお絵描き作業を垂れ流しながら、私がなぜシャオミパッド5ではなく、レノボのシャオシンパッドプロを手元に残したのかというのをつらつらと語っていこうと思います。書いていくのは先日惜しくも原作者の三浦健太郎氏が亡くなってしまったベルセルク、コミックス27巻の表紙への模写です。下手くそですがご覧ください。まず日本でも大人気でグローバル版が発表されるや否や売り切れが続出したシャオミパッド5ですが、予想していた通りやはりスナップドラゴン870を搭載したプロバージョンはグローバルでは展開されませんでしたね。またライバルであったシャオシンパッドプロ2021もグローバルでは展開されませんでした。両機種とも中国版のスペックとコストパフォーマンスが異様に高いのですが、半導体不足などの要因もあってかがっかりな結果になってしまいましたね。私は当初よりどちらか一方を手元に残すことを前提に両機種を購入したのですが、最終的にはシャオシンパッドプロ2021を残すことにしました。すでにシャオミパッド5プロは譲ってしまっています。まずシャオシンパッドプロ2021は非常に軽量だったことが大きいです。メタルボディ11インチで 8600mAh と大容量ながら重量は 500g を切る 485g とかなり軽量です。一方ライバルの Xiaomi Pad 5 Pro は重量が 511g と非常に重く分厚くずっしりとしていました。また公式の保護ケースも Xiaomi Pad 5 Pro のものはとても重く装着することで合計で 850g になります。寝転びながら使うので Xiaomi Pad 5の重さはきついです。一方レノボのシャオシンパッドプロの公式ケースは高級感がありませんが薄く軽量で装着しても気になりませんでした。次に SD カードスロットの有無について、サブスクリプションコンテンツやクラウドが一般的になった今、外部拡張ストレージの必要性は薄れてきています。実際に私はメインで使っているスマートフォンでここ数年 SD カードは使用していません。しかしメディア用途が多くなるタブレットではちょっと異なります。サブスクリプションであっても動画のダウンロードなどを行いメディア再生用として使うことが多いタブレットにおいて最低容量 128GB は若干心もとないです。 OS が占領している分も加味すると実際に使用できるストレージ容量はもう少し少ないです。本体の堅牢性、セキュリティ、コストといった面を考えれば、Xiaomi が SD カードを配したのも理解はできますが、ないよりはついていた方が良い SD カードスロット。それをしっかり堅実に搭載してきたレノボのシャオシンパッドは、付加価値としては大きな要因だと思います。ディスプレイについてです。しばらく使っていて、やはりレノボシャオシンパッドの有機 EL の方が発色が美しいという結論に至りました。実際に使う場面では机に平らに置くことが多く、その場合視野角の関連で有機 EL の方が優れていました。ただ Xiaomi Pad 5の液晶も非常にクオリティが高く、正直僅差というレベルではあるので、液晶という点で悩んでいる人はそこまで憂うポイントではないと思います。ディスプレイで悩むのではなく、それ以外のポイントで悩んだ方が良いと思います。最後にスタイラスペンの挙動についてです。スタイラスペンの挙動についてはレノボシャオシンパッドの方が優れていると感じました。Xiaomi Pad 5はパームリジェクションの距離が近すぎるのと有効時間のバッファーがないことが大きく使用感を下げています。一方レノボシャオシンパッドのスタイラスペンはパームリジェクションの距離がおよそ 1.5 倍ほどあり使いやすいです。有効時間のバッファーもあるのでペン先を離した後もしばらくはパームリジェクションが効くので誤動作が少ないです。また僅差ではありますがレノボシャオシンパッドの方が遅延が少ないです。というわけで1、本体の軽さ、2、SD カードの有無、3、ディスプレイの発色、4、スタイラスペンの挙動。これら4つのポイントでレノボシャオシンパッドプロ2021が優れていると判断し残すことを決めました。Xiaomi Pad 5はオクタスピーカーという大きなアドバンテージを持っていますが、私は音に関しては優先度が低いです。Xiaomi Pad 5 Pro も非常に完成度の高いタブレットではあるので、優劣という言い方は正しくないかもしれませんが、中国版という点を気にしない、ある程度使いこなれたユーザーであれば、レノボシャオシンパッドプロの方が得られる恩恵は多いと私は感じます。というか中国国内であれば完全にレノボシャオシンパッドの方が優れているのではないでしょうか。中国版でもよく少しでも安くハイスペックなモデルを使いたいというユーザーに対して私はレノボシャオシンパッドプロ2021をお勧めします。ただし GPS がないことは意外と落とし穴です。
また一般的にしっかりしたものを欲しいというユーザーであれば、間違いなく Xiaomi Pad 5 Pro のグローバル版をお勧めしますかね。尺稼ぎではないですが、残りは今書いているベルセルクに関してダラダラ語っていこうかなと思います。前回 Xiaomi Pad 5 Pro のスタイラスペンのレビュー動画をアップしたんですが、なんと視聴者の半分以上が海外の方という結果になっています。スタイラスペンのレビューにおいて私のようにイラストを実際に描いている動画が少なかったから見てもらえたようですね。海外の方に広く見てもらえて私もすごく嬉しいです。というわけで今回はより海外での人気の高いジャパンコミックスの金字塔ベルセルクのイラストを描いています。ベルセルクといえばつい先日作者である三浦健太郎氏が残念ながら亡くなられてしまいました。三浦先生自身もベルセルクを終わらせられないことへの危機感を自虐したりしていましたが、まさか本当にそうなってしまうとはファンとしては残念でなりません。中学生で出会ってからずっと追い続けてきた作品です。それは剣というにはあまりにも大きすぎた。大きく、分厚く、重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。ダークファンタジーという重厚な世界観、子供ながらに触れていいのかという背徳感すら覚えました。ベルセルクが与えた影響は多大で、昨今あらゆる作品でオマージュやリスペクトを感じます。連載をしていたヤングアニマルでは、追悼ということで、ポスターやノベルティのついた追悼メモリアル号をリリースしました。不死のゾットにまたがり、ガニシュカ大帝の眉間をぶち抜く特大シーン。裏面には夢のかがり火を思い起こすような名シーンがモンタージュされたファン必見のポスターです。最新で現状最終話である364話を三浦氏の残したペン画をベースにアシスタント4人が協力し完成させたようですね。アシスタントといってもそれぞれがプロフェッショナルで実際の作画に迫るものがありました。現状はベルセルク公式の発表として今後は未定とのことですが、この4人のアシスタント勢が引き継ぎ完成させるのではという話も上がっています。この件に関しておそらく色々と意見があるのではないでしょうか。ベルセルクという作品としてしっかりと完結してほしい。三浦氏の書く濃厚で力強く、それでいて精密でまるで一コマ一コマが作品のような、そんな崇高とも言えるレベルのハードルを超えられるのか、それぞれファンごとに思いがあると思いますが、その全てベルセルクという作品の思いから生まれているもので、そのいずれも私は正解だと思います。個人的にはベルセルクの完結を見たいと思っていますね。はい。というわけで後半ただベルセルクを語りたかっただけみたいになっていますが、結論として私はシャオシンパッドプロ2021を選びましたというお話でございました。この動画が参考になった方がいらっしゃればチャンネル登録とグッドボタンお願いします。あと、ベルセルクに対する熱い思いがあったらコメント欄にください。以上、ザキラボでした。ありがとうございました。